はい、第2週の後半では、型変換と演算子ですね。C 言語は算術演算、足し算、引き算、掛け算、割り算以外にも、様々な演算子が用意されています。それを今日は後半では紹介していきます。最初は、型変換、キャストというものです。キャストもこれ演算なのかというか思うかもしれませんけど、これ演算なんですね。でやり方としては、データの型で式という。どういうことかというとですね、インテジャーの変数 i というのを、ここに、これはもともと格納するための変数をここに書いてるんですけど、こっちが実体で、これが、ここの部分がキャストという処理です。演算子です。演算です。で、インテジャー型、整数型の変数 i というのを、このキャストによって、文字型、チャー型に変えて、チャー型の変数に代入しようという処理。この部分キャストです。で、キャストは、ポインター変数にも変換することができて、文字、インテジャー型の変数 i をチャー型の変数を指し示すためのポインターですね。ちょっとこのポインターが、間接演算子がこう、前から後ろに来ます。ここの後ろに間接演算子が来ているような括弧が出てきたら、これはポインター変数へのキャストだと思ってください。なので、この変数 i をポインター変数に変換して、PTR はもともと文字変数を指し示すためのポインター、アドレス情報を格納するためのポインター変数だったので、その PTR にキャストした結果を代入しています。ではポインターへの変数は、今日はちょっと置いといて、型変数の使い方としては、バグを埋め込まないためのケアというのが一番よく使うパターンです。異なる型の変数を用いた演算を行う場合ですね、例えばインテジャー型×ダブル型とか、キャラクター型×インテ型とか、ね、こういう計算をする場合、一般的には式の中で最も大きい変数のサイズ、ビット数が大きい方に合わせて、もう一つの方の変数、この場合ダブルとイントとダブルのが倍文字数、変数のサイズが大きいんですけど、この場合ダブルとイントで掛け算すると、一般的にはイント型をまずダブルと同じ、サイズに変換して、その後掛け算をすると。要は入れ物の容量を同じにしてから掛け算をするということをするんですけど、環境によってはやらないこともあります。なので、こういうことをするときには明示的にインテジャー型をダブルに変換して、大きい方に合わせてから計算すると。でこのインテジャー型の文字型もチャー型もこっちの方が小さいので、こっちをインテジャー型の箱にして、から足し算計算しますよと。こういうふうにすると、その箱が溢れて自分が思ってない結果になるようなことが防げるということで、バグを埋め込めないためのケアとしてキャストはよく使われます。でもう一つ、テクニカルに面白いのは、少数の整数部分のマスキングなんかにもキャストは使えます。これはその例で、ダブルという変数 V1 というのを用意しておいて、1234.56778という小数を入れておきましょう。でもう一つ V3、これは中身はないんですけど、ダブル型の変数を用意しておきます。それとは別に V2 という整数型の変数も用意しておきます。でまず V2 という変数に V1 ですね、この値ですね。これをインテジャー型にキャストをして代入します。要はこれ小数値なんだけど、小数点以下を無視して整数値として V2 に代入しますと。で今度 V2 は V1 この値からこの V2 をこれ V2 はもともと整数ですけど、ダブルとしてやると。そうすると、さっきここの整数部分が入ってきたので、小数点以下は0000が入ったような値になっています。で、引き算しましょうと。そうすると、
1234という部分は両方とも共通しているので、引き算するとそこは0になって、小数点以下だけが残るということで、整数部のマスキング、整数部を除去するような計算ができますよというプログラムです。この辺は演習でも体験してみてください。あと演算子、ざーっと並べるといろいろあります。条件演算子、サイズオブ演算子、論理否定演算子などなどあります。順番に説明していきます。条件演算子というのは、よくプログラムでは出てくる、こんなハテナマークが出てくるような、ハテナとコロンが出てきて、なんかもうプログラム上には見えないような記述を見かけたことがあると思います。これ、条件演算子です。で、定義としては条件式がまずあって、この条件式が真ならこっちを実行、非ならこっちを実行というような演算子です。この場合はですね、整数型の AB、MAX という整数があって、A と B を比較しています。で、A と B で、これ A が大きいということですね。A が大きかったら A を実行。これが返ってきます。B が大きければ、そうじゃなかったら、偽だったら B が実行となります。つまり、A と B を比較をして、大きい方が MAX に戻っていくというような処理がこの一文で書かれています。で、これなぜこれがよく使われるかというと、これをもちろん if 文とかで if else で書くことができます。しかし、それを書くと、比較をして、こっちだったら A を MAX に入れる。こっちだったら B を MAX に入れる。まさにこれと一緒なんですけど、4行のコードを書くのを1行にまとめることができるということで、非常に重用される記述です。で、慣れない一応は嫌なんですけど、慣れてくれば、非常に便利な演算子になっています。サイズオブ演算子。これは、先週のキープ領域の話の時にマロックという関数を紹介したんですけど、マロックに非常によく使う、マロックでよく非常に使われるもので、変数の名前の通りで、サイズを返す、求めるための演算子です。例えば、整数型のインテジャー A というのがあったときには、サイズオブカッコで A と。関数みたいですけど、これ演算子です。サイズオブ A というを出すと、その結果、A のサイズですね。が、ここのサイズという変数にも変えるようなことになっています。で、これは変数だけじゃなく単項式にも使うことができて、例えばこういう要素が10個ある整数型の配列のサイズをですね、配列 M のサイズを丸々ここに、規定アドレスを入力して、その配列、そのもののサイズというのを獲得することもできます。それでサイズ、例えば、整数型の変数が10個必要だったら、サイズオブ整数型の変数 ×10 をマロックするとかですね。そういうふうに使っていきます。次が論理否定演算子で、これはもう使ったことがあると思います。ノット演算子とも言われて、こういうびっくりマークで書かれます。で、A が出力はインテジャー型で、A が0だったら1、0がやったら0が返りますよと。だから例えば使い方で、こういうふうに if A と B を比較して、でこれはイコールだったら、イコールだったら、ここが1になるのは0とか。この、返ってくる結果に対する、ノット演算というのがあります。これも A という値があって、この値が、0だったら1が返ってくるし、0以外だったら、0が返ってくる。という話ですね。であと、先週の、今週、ポイン
た特別なアドレスだから今週ですね、ポインターの話で出てきたやつの、ヌルというものとの比較とかでも使ってしまう。ヌルじゃないときには、新しいポインターがヌルじゃないときには、というふうに使ったりします。あとはビット反転演算子といって、変数をビットにばらした後に、そのビットの0と1を反転するというのがあります。で、使い方としては1の歩数ですね。マイナスの数を表現するときに、この、ビット反転という概念が必要になります。でまず、1の歩数のマイナスの数を考えるときに、まず1の歩数というのを考えましょう。で、今8ビットですね。8個の01の情報で表現できる数を考えますと。で、一番上の最上位ビットというのを符号ビットにしましょう。でプラスだったら0、マイナスだったら1にしましょうというふうにします。それで、この場合ですね、0は、それ以下の7桁で、7ビットで数を表現するので、0だと全部0。で、1というふうに出て、0、1、1、1、1、1、1が127と。で、マイナスの数は、この0と1を反転するので、1、1、1、1、1、1、1がマイナス0。こういうの反転なのでマイナス0。これを反転して、マイナス1は111111110と。で、マイナス127は1000000とやると、マイナス127からプラス127までの表現ができるようになります。これはこれで良いんですけど、問題は一つ。0がに2通り存在すると。こういうものと、だから表現、0という値の表現方法が2通りあるので、プログラム上は非常に問題があるというのと、あとは、1桁分メモリがもったいない。1桁じゃないですね。数字1つ分メモリがもったいないと言えます。そこで、その分を詰めて、このマイナス0というのは、これと一緒だから、プラス0と同一表記にしましょう。これをですね、プラス0と同一表記にしましょう。どうすればいいかというと、こいつに1を足すとですね、バーっと全部0になって、ここにオーバーフローするんですけど、0になって、0、同じ表記になりますよね。だからあとは同じように、これに1を足して、マイナス0というのを変えたので、ここにも1を足しましょう。マイナス1は全部1と。マイナス2はこういうふうになりますよと。そうすると、マイナス128は10000というふうになって、さっきまでマイナス127までしか表現できなかったんですけど、ここではマイナス128を表現できてますよと。一つ多く表現できるようになりましたということになります。でこれが皆さんが何気に使っているマイナスの数の計算概念で、これは2の歩数になりますと。で、この話とさっきのビット反転算子がどこで関係するかというと、まず、マイナスの数を作るためには、プラスの数を作って、その後それを0と1を反転させて、さらにそれに1を足して2の歩数として作っていきます。この0と1を反転するというところに、このビット反転演算子が使われていますよということです。これも演習で再現できると思います。シフト演算子。これはまたビットの話になるんですけど、ビット列 E1 を左右に E2 ビット桁ずらすのをシフト演算子と言います。で左に、E2 ビットずらすときには、こういう記号を2つ並べて記述します。E1 を右に E2 分ずらすときには、こういうふうに記述します。これ数字的な概念としては、左に1桁ずらすということは2倍、左に2桁ずらすということは4倍ということで、2の E2 乗値が大きくなるというのが、
シフト演算、左演算です。で右はその逆で、2の E 通乗分、減っていくというのが右のシフト演算です。で、シフト演算には実は2つあって、1つは論理シフトという、E1 が正の整数に限定した場合の話があります。でもう一つ、E1 が負の値、符号ビットを持つような負の値でもできるという算術シフトでもあります。で論理シフトは非常に簡単で、こういう、これもともとの E1 があって、それを2つ左にずらしましょうというときには、こう、それぞれのビットを2つずつずらしていきます。その結果、上位2ビットは外に出てしまうんですが、こういうのをオーバーフローと言います。この溢れたビットは捨てます。でその結果、あとは、このもともと値がなかった空ビットというのが出てくるんですが、これは0で埋めます。で結果としてこういう値になりますよというのが論理シフトの左シフトですね。で右も同じで、基本的にはこう右に2つずれていって、溢れたビットは捨てます。アンダーフローのビットは捨てます。で、空いてるビットは0で埋めますと。これは論理シフトです。非常にシンプルになるものです。そうじゃなくて、これは数値情報とかでなくて、本当にビット列の操作なんですけど、算術シフトといってですね、これ一番上の桁が符号ビットな時があります。その時はさっきの論理シフトとは少し違う演算をします。で、左シフトの場合は、基本的にこう、解のビットは同じようにずらしていきます。で、オーバーフロー。で符号ビットはシフトしません。そのまま保持します。なので、一番左のビットはそのままで、その右2つが溢れてしまいます。で、溢れたビットを捨てるのは一緒です。で、この空きビットの埋め方がちょっと違ってて、左シフトの場合は空きビットは0で埋めましょうになります。で右シフトの場合も符号ビットはそのままで基本的には2つずつずらして埋めていくんですけど、溢れたビットを捨てるのも一緒です。ただ、ここの隙間にできる空きビットの埋め方は、これは符号ビットと同じビットで埋めます。今は符号ビット1なので11で埋めてます。もしも符号ビットが0だったら、この2つは0になります。これが算術シフトです。で、次の演算子は論理的演算子というやつで、2つついてます。2つついているときには、この2つの、演算をしていきます。2つともが、1だったら、2つでも0以外のときには1になりますよと。それ以外は全部0が変えるようなものになります。で、こういった見た目がすごく似てるんですけど、このアンパーサンドが1つになったものがあります。これがビットごとの演算子で、こちらは先ほどの左右にある変数をビットに分解して、各ビットごとで、桁ごとに演算をしましょうと。00で0、10で0、11だから1、00だから0というふうになります。なので、見た目は似てますけど、全然違うことなので気をつけてください。よくプログラムのバグで埋まっています。これ、OR にもあって、縦棒2本のやつは、A と B という変数の OR 演算になりますと。両方が0になると0で、それ以外は1になりますよと。縦棒1本になると、今度はビットに分割して、ビットの桁ごとに OR 演算をします。両方が1だと1になる。10だと1。00だと0になるということになっているのがわかると思います。でビットごとの演算で結構大事なのが、この XOR、排他的な OR ですね。排他的論理和というのがあります。記号ではこういうふうに書きます。ハット記号を作ります。これもさっきの、
ビットごとの AND、OR と一緒で、変数をビットに分割して、このビットによって演算します。排他的論理和なので、自分と違ったら1、自分と違ったら1、同じだったら0、同じだったら0というような法則性があるんですけど、よくこの排他的論理和、ビットごとの排他的論理和を使うときには、この対象となる、この場合 A というビット列があって、このビット列の特定のビットを反転させたいときによく使います。この場合は、一番下と3番目のビットを反転させたいというときに、0101というので、排他的論理和を計算すると、ビットごとの排他的論理和を計算すると、書いたいところは0に落ちています。書いたいところは1に上がっていますということで、この値とこの値が反転しているんですね。こういう時によく使います。でこれは例えば、機械の制御とかで8チャンネルの信号があって、そのうち5チャンネル目と6チャンネル目をオンにしたいという時には、そこに1を立てて、ビットごとの排他的論理和をかけたいとか、そういうことをします。はい、ざっとやってきましたが、変数の演算に関しては実際にいろいろ触れる機会も多いと思いますので、その都度身につけていってもらえればなと思います。はい、それでは最後に、今週の課題です。今週もこのレポ座学の分のレポート課題というのがあります。で、大きく3問あって、1つ目は間接演算子と乗算演算子の使い分け方ですね。見分け方、使い分け方を説明してください。ポインタ因数 PTR にアドレス情報が格納されている場合、その PTR の前に間接演算子がついた状態というのは何を示すでしょうかというのを答えてください。最後は 3×3 の配列、MAT3×3 というのがあったとして、この MAT という文字列だけによって表現される情報は何かというのを答えてください。で次に、その MAT だけによって表現される情報と整数値の足し算によってあるものが指し示されるわけなんですけど、それと今まで皆さんがやってた方法との比較というのをしてくださいというものです。はい、今週はポインターの話をして結構新しいことが出てきたと思うんですけど、これがあると今後いろいろと新しい知らなかったプログラムを書けると思うので、ぜひこれを機会に身につけてほしいと思います。それでは今週はこれでおしまいにします。